はい、今回はミニ四駆プロシリーズのエストゥーラを改造していきます。いわゆる第4次ブームって言われる令和に入ってから登場したマシンで、この実車系ミニ四駆を今回車高を下げることでシルエットに変化を出していきます。前高を下げるっていう工作ですね。その一環でシャーシもスーパー2シャーシに変えています。そのままだとボディがつかないので、この段階で障害になっている箇所や、車高を下げた時に当たりそうなところを見ておきます。スーパー2シャーシを選んでいる理由としては、サイドガードやリアステーが一体型ではない細身な形っていう点で、こういう工作をするには何かと都合がいいのと、決め手になったのはこのバンパーの形ですね。元の MA シャーシだと角みたいに前に突き出た形になるんですけど、普通にこういう丸い形をしている方が、実車系のボディだし馴染むんじゃないかっていう、そういう狙いがありますね。このペンで車線を引いたところを切り取ってから再接着することで、ボディの位置が3ミリぐらい下がることになります。で、この作業と並行して肉抜きも進めていきます。このボディと一体になっているウイングはカットしています。というのは、ウイングの下に合わせ目ができるんですね。この別パーツを接着する理由っていうのはまた別にあるんですけど、この合わせ目を消した時に、塗装しづらいとか磨きづらいみたいな、そっちの工程に入ってから不便があるんですね。なので多分これエストゥーラの特徴だと思うのでもったいないんですけど、この一体になっているのが今回の僕の作り方だと都合が悪かったっていうところですね。で、先ほど言ったそもそも接着する理由っていうのがこれなんですね。接着してしまうことで内側のこの接続部分を根こそぎカットできるようになるんですね。この接続部分って最初に確認したスーパーツーシャーシに乗せた時に干渉していた場所でもあるので、なくなってもらわないと困るんですよね。ということで接着が必須になった時に、なら合わせ目は消した方がいいよねってなって、となるとウィングが邪魔をしそうという感じで、先ほどのウィングをカットした理由につながるんですね。ここからプラ板工作で少しパーツが追加されるので、結果的にウィングも含めてここでかなり軽量化できたのは良かったと思います。ちょっとした形状変更には ABS のランナーのタグを貼り合わせて使用して、この後出てくる灰色の PS 素材のプラ板は 0.8 ミリのものを使っています。
ボディの位置が下がった分ホイールアーチも削っていきますが、特にフロント側のカウルは深い削り込みが必要になって、元々のカウルの形が崩れすぎないギリギリを狙った、様子を見ながらの作業になったので、実は結構時間をかけています。カウルの削り込みもここまでなら許せるっていう、そういうせめぎ合いになるところは、フルカウルミニ四駆シリーズなんかで車高を下げる場合も割とありがちなことだと思います。ボディの位置が下がっただけではなくって、ウィングがなくなり、シャーシやホイールも変えたことでかなり別物になったと思います。ここから色が変わることで、さらにパッケージのエストゥーラからは離れていきます。で、今回はメタリックを多用するので、サーフェイサーは黒を使っていますね。大きく開いたウィンドウから中が覗きやすくなっているので、カウルの内側まで塗りつぶしておきます。
ちなみにホイールは今回新しく用意したものではなくて、以前にチャンネル内で改造したファイヤースティンガーの小径ホイールをもらってきています。で、そのファイヤースティンガーが今どういう状態になっているのかは、チャンネルのコミュニティのページで紹介しているので、興味ある方は覗いてみてもらえたらと思います。このチャンネルは主に90年代に登場した懐かしい改造ミニ四駆を作っていますが、時には今回みたいな第3次ブーム以降のマシンにも触れていきたいと思っています。ミニ四駆にはコンクールデレガンスっていうマシンの見た目を楽しむイベントも開催されていて、タミヤさんの X で気軽に参加できたり、参加作品を見ることもできるので、ミニ四駆作ってみたいと思った方は、そちらでもコンデレの世界観に触れてみてください。